第4、私の考えるところを発信する。ここでは私のいろいろな考えを説明したいと思います。当たっている考えも間違っている考えもどちらもあるでしょう。おかしい箇所はツッコミ大歓迎です。まず私の考えを簡単に説明し、その後詳細を説明します。一番大事なのは心です。これが全てです。私は心によって大きく力強く動きます。逆に悲しみや嘆きをもたらすのも心です。心の辛さのあまり気が狂ったりもします。私の考える感情と知性と肉体の関連を説明します。大人が子供の私にかけた情けに対して私は私の頭脳と良心によらなければ解決できない問題を解決し、補ってあまりあるものを国民に返しています。ですので、大恩ある社会に忠義は尽くしたと考えています。これは強き側を良い方向に作用させた事例です。人生訓では生きている間、心に留めておきたいことを書いています。ギフテッドでは、高能力者が決まる瞬間、高能力者に感づく方法を書いています。集積化技術による言語の性能向上では、ものづくり太郎氏の半導体は微細化が正義から始まり、神は存在するや、死んだ万象にまで展開する私の論理をお楽しみください。法治国家は三文と憲法76条3項の別解釈です。楽しんでください。雑談ではだろうかな、でも合ってるとは思うけどなという考えをいくつか紹介しています。以上、私の考えを簡単に説明しました。以下では詳細を説明したいと思います。1、心。私の心には強き側が張り巡らされていると思います。私の心と知性が発揮する能力とその影響は、感情を割る心からの距離で表せて、プラスマイナス無限大です。私は本心と良心の拮抗を強き側によって作用して、良い方向にも悪い方向にも知性が触れるということを体験しました。この体験から考えて、心からの距離ゼロ、心そのものが強き側なのではないかなと考えています。私の感情の高ぶりが発する言葉を書いています。私の語録と思っていただければと思います。悪い方向に作用してしまった強気側は、私と接する人に害悪をもたらしました。私は自分勝手な考えを持っています。そして大人になった私の心の中にある強気側のもとは、子供の頃の一年だと思っています。1強気がやりたいことがある。一番重要な考えは、やりたいことがあってそれを実現するという考えだと思います。目指すもの。私は常々目指すものは変わらない。目指すものが変わると考えています。私に目指すものの一つ目は、何かに強い興味関心を示すです。そして強い興味関心を示す対象が変わります。私に目指すものの2つ目は、気持ち、心が反応するです。目指すものは気持ち、心が反応させた対象の安全化です。しみぬものに組みすることはない。私はしみぬものに組みすることはないと考えています。興味のないもの。その一方、私が興味を持てないものについては無関心なのだと思います。私が興味を持てないことの筆頭は服装でしょうか。本心と良心の筆頭。本心に反する良心。大義を胸に収める強気がによって本心、本義や本音と感情的な行動を抑え込み、本心に反する良心の知性を従えました。抑え込まれた本心は良心を襲う。大義を胸に収める強気がによって本心より強制的に優位に立っていた私の良心と知性は、抑え込まれた本心の逆襲にありました。大義を胸に収める間にも、大義が解消された後にもです。その結果、私の心は良心を痛める営みを欲しました。そして私の心は知的な社会的活動を長い間拒絶しました。感情の高ぶりが発する言葉。私の頭の中で思い浮かんだ言葉をそのまま書いています。雰囲気は語録でしょうか。こんな言葉が頭の中に浮かんできてるんだよということを伝えたくて書きました。
困難に突き進む。より険しく困難な方に、より苦しくきつい方に、前に行く、先に行く。その時その場で考える。住んでる。これは絶対に外せない。無理。私は才ある男です。反発、拒否、拒絶。嫌だ。うざい。腹立つ。マジで。だって腹立つんだもん。絶対許さん。ふざけんなよ。知らねえバカ。くっそだ。知ったことか。争う。伝わってやる。おかしいからな。自分勝手な考え。ある相手の平穏を害して突然に怖がらせ、怯えさせたり、別の相手の優しい部分に傷をつけて、相手の心に傷をつけてしまったのが最低です。相手にと悲しそうな震える声で言われました。私の自分勝手な考えで相手との信頼関係を私が破壊しました。子供の頃の1年。無鉄砲な気持ちは未熟な信念。無鉄砲な気持ちは危険です。日常生活の範囲外で興味関心の満足に挑む場合であっても、失敗した場合の危険性などを未熟ゆえに一切考えていません。しかし本人だけは挑戦あるのみです。挑戦の対応を負担させられるものからすれば、迷惑とか、お前アホだろって感じだと思います。私は負担させる側です。信念を心に宿す。しかし、無鉄砲な気持ちを持つ幼子は、挑戦あるのみの一面が信念に転じて、信念を心に宿す大人に変化すると思います。また逆に、剣を承知で挑む信念を持つ大人の子供の頃を探ってみると、無鉄砲な子供であっただろうなと思います。子供の頃の冒険の根底、大人になった今振り返ってみて、9歳か10歳の頃、迷子になって歩道橋で捕まった冒険と、15歳の頃、鳥取県米子市から広島県福山市までチャリで大冒険した時の私の心は、無鉄砲な気持ちに支配されていたと考えています。無鉄砲な気持ちは愛国心に通ず。私が幼い頃や幼い頃の無鉄砲な気持ちによる行動によって、私の周りにいる大人にいらぬ心配をかけました。そして見ず知らずの大人の情けに救われました。これらの経験を通して私が感じたことですが、子供の無鉄砲な気持ちを大人の情けが抱擁し、ある時この情けの抱擁に気づくことが愛国心の芽生えのうちの一つと思います。子供に対する大人の情けは子供の愛国心を育むのだと思っています。アホなこの一年、私自身もよく理解できませんので、ましてや他人はもっと理解できないだろうと思います。1、自転車の決まりを守って走っていこう。2、モンスターファームスの大会に出たい。しかしこの1年は私に宿っている信念のはずかと思っています。この1年は信念の原始的な考えだと思います。2、感情と知性と肉体。私は知性と肉体は共通の性質を有すると考えています。そのうちの一つの性質は、感情が知性と肉体の潜在能力を顕在化させるです。また、私の自己超越欲求、その亜種の自己承認欲求を説明したいと思います。私には感情と知性を一体化させた形跡があると考えています。では以下にて詳細を説明します。1、感情が知性と肉体の潜在能力を顕在化させる。感情の高ぶりが作用して発揮する能力の最大値を引き上げる。感情の高ぶりが作用して最大の能力を発揮する期間を引き伸ばす。火事場のバカ力みたいな話だと思います。ハンマー投げなどで大きな声を出して肉体の能力を最大限引き出すのと同じように、感情を高ぶらせると知性の最大値を引き上げて知性を発揮できると思います。2、自己超越欲求、その足の自己承認欲求、火の打ちどころが一切ない状態、一切の紛れがない状態、誰にも何も文句を言わせない状態にして、感情を高ぶらせた私がした思考を統制する思想を落ち着いて冷静で頭の良い自分に認めさせたい。感情を高ぶらせた私がした思考を統制する思想を私でない全てに認めさせたいという欲求があります。ただしこの自己承認欲求はすでに満たしています。やったなぁ、よくやった。では、
さすがに認めざるを得ないだろうと冷静になった私が私に対して思いましたし、すげえって思いましたので、詳細はおいおい明らかにします。3、感情と知性を一体化させた形跡。私には感情と知性を一体化させた形跡があると思っています。本心と良心の拮抗が起きたとき、特に激しかったのかなと思っています。感情の高ぶりが知性を活性化させる。感情の高ぶりに応して知性が高ぶる。感情と知性が競合するとかみたいな。家福はあざなえるの輪のごとしのように、どうも感情と知性は表裏一体とか、感情が燃料や着火源で、知性が動力源とか、つながる部分があるのだと思います。感情と知性は同質な気がしています。どうなんでしょうね。よくわかんない。3、大恩ある社会に忠義は尽くした。今回紹介した大人が子供の私にかけた情けの他にも、私はたくさんの情けを国民にかけられています。そしてある時に私の心はウェンダン有事氏の不幸に強く深く共鳴し、過重労働を断ち切りたいと強く願いました。しかし法律心は腐っている。屈辱の裁判でしかない。そうであってもと強く葛藤して積んでる。これは絶対に外せない無理と本心に反する良心に基づいて、国民の情けを主と認め、国民の情けに服し、解放の存在を何よりも恐れて、私は才ある男ですと2チャンネルに強く誓いました。ここは私の心根です。今振り返ってみると、国民の情けに尻尾を巻いています。そして私の頭脳と私の良心によらなければ解決できない国民の問題を解決しました。よって私が国民から受けた全ての情けを合わせても補って余りあるものを国民に返した。もうさすがに国民と私は対等だ。国民が広く知らないだけだと考えています。補って余りあるものとは安全確認義務ですが、暗号の研究の後、追って詳細を明らかにします。判決へのリンクは概要欄に貼ってます。1東京地裁知的財産権部民事第40部。これは私が本人訴訟をした裁判です。平成27年は第20841号損害賠償請求事件。この裁判は裁判所の記載する最終準備書面を私が書けなかったので負けました。また、訴状にて主張した正当な理由を書くという主張を不当利得で貫けば、不当利得で勝てていたのかなと思っています。法律上の原因を書くと不当利得の主張をしてしまって、主張を混在させた私が間違ってたのでしょうか。主な範囲は法律知識の不足にもあるのでしょうか。訴状や準備書面の誤字脱字に気づいてもなおさつのままです。めんどくせえと思ってました。しかし誤字脱字を直した部分もありはします。私の訴訟態度は基本的に悪かったでしょう。過去に知的財産高等裁判所平成28年目第10113号損害賠償請求控訴事件。労働者が危険にさらされた状態から安全な状態へ戻ったことを使用者と確認する安全確認義務を創造し、資材高裁に認めさせました。危険にさらされた状態が重要な事実認定で、判決は控訴人敗訴でした。私の心がウェンダンさんの不幸に強く深く共鳴して、私の頭脳と良心が国民のために安全確認義務を生みました。この義務に基づいて、労働者が過重労働の危険にさらされた時点で労働者の安全を使用者に確認させて、労働者を過重労働の危険から保護する社会になると嬉しいなと思います。以上で第4の1心から第4の3大恩ある社会に忠義は尽くしたまでは終了です。最後までご覧くださりありがとうございました。